その日はガルディア王国が建国1000年を迎えた祭りの日だった。クロノは母に起こされて広場へと向かった。広場へ行くと、そこには露店が並び、笑顔があふれていた。クロノが歩いていると少女とぶつかってしまったため、彼女はペンダントを落としてしまう。クロノがペンダントを拾って渡すと、彼女はマールと名乗った。私、お祭り見に来たんだ。ねえ、あなたこの町の人でしょ？一緒に回ろうよ。いいでしょ？二人はすぐに打ち解け、一緒にお祭りを楽しむことになった。広場の奥ではクロノの親友ルッカが転送装置の実験を行っていた。クロノが挑戦した後でマールが試そうとすると、彼女の持つペンダントが反応し、彼女は時空の歪みに飲み込まれてしまう。クロノはそのペンダントを手に取り、マールを追って時空の歪みへと飛び込んでいった。タイムスリップ。マールを追って飛び込んだ時空の歪みの先は見慣れない荒野だった。クロノがさまよいながら進んでいくと、小さな村にたどり着き、そこで衝撃的なことが判明する。なんとここは400年前のガルディア王国だった。マールを探してガルディア城へ行くと、そこにいたのはお姫様の格好をしたマールだった。マールはガルディアの王妃リーネと似ていたため、行方不明になった王妃と間違われ保護されていた。でも嬉しかった。ほんの少しお祭りで一緒だっただけなのに来てくれて。再会を喜ぶ二人だったが、突如マールが光に包まれ消えてしまう。そこへクロノの後を追いかけてきたルッカと合流し、マールが消えた原因が判明する。実はマールはガルディア王国の王女でリーネの子孫だった。つまり過去の世界で救われるはずだったリーネを助けられず、歴史が変わってしまったためマールが消えてしまったのだ。クロノたちがリーネを探して古びた修道院を訪れた時、そこにガルディア王家の紋章が描かれた髪飾りを発見した。すると修道女たちは魔物に変わり戦うことになった。戦いに勝利したと確信した時、ルッカは隠れていた魔物に襲われてしまう。そこへカエルの剣士が現れ、危機を救ってくれた。お前たちも王妃様をお助けしに来たのか？どうだ、一緒に行かないか？クロノ、知ってるでしょ。私、カエル苦手なの。カエルの剣士もリーネを探していて、クロノたちに同行することになった。修道院の奥にリーネと大臣を発見し、リーネを逃がすと大臣は魔物の姿に変身した。戦いの末、カエルとクロノの連携で魔物を打ち倒すことができた。クロノたちがリーネを連れて城に戻った後、カエルは一人どこかへ去っていった。そしてリーネを救出したことで歴史が戻り、マールはよみがえった。王国裁判。マールを現代に連れ帰ったクロノは王女誘拐の容疑で取り押さえられてしまった。裁判が行われ、大臣の陰謀で有罪となり、3日後に処刑されることとなった。そして3日後、クロノが処刑されそうになっているところにルッカが助けに現れた。逃亡する2人の前に強力なドラゴン戦車が立ちはだかったが、激闘の末戦車を破壊し、彼らは監獄から脱出した。そしてクロノたちがマールと再会したところにガルディア王が現れた。お前は一人の個人である前に一国の王女なのだぞ。マールは王女である前に一人の女の子なのと反発し、城出を決意する。マールはクロノたちと共に城を抜け出し、兵士たちに追われながら森の奥へと逃げていった。そしてそこで偶然ゲートを発見した彼らはその中へと飛び込んでいった。
荒れ果てた世界。ゲートを通り抜けた先に広がっていたのは荒廃した世界だった。灰色の空、朽ち果てた建物、そして生命の気配が感じられない地上。果たしてここはいつの時代なのか。人々は地表を避けドームの中で暮らしていた。その生活は貧困と絶望に満ちていた。回復装置で命を維持していたが、空腹を満たすことはできなかった。彼らから廃墟を越えた先にあるアリスドームには食料があるという話を聞き、クロノたちはそこを目指すことにした。そして立ちふさがる警備ロボットやミュータントを倒しながら、なんとかアリスドーム地下の食料貯蔵庫にたどり着いた。しかしそこにあった食料はすでに腐っていた。そして食料貯蔵庫の奥には男の亡骸が残されており、その手には何かの種子が握られていた。アリスドームには情報センターがあり、元の世界に戻るゲートはプロメテドームにあると分かった。その時ふとマールがここを押したら何がわかるの？とスイッチを押してみると、 AD 1999年ラボスの日記録という映像が流れ始めた。それは地中から現れた巨大なモンスターが世界を破壊する映像だった。この荒廃した世界、クロノたちの未来の世界だった。これが私たちの未来なんて。そう絶望するルッカに、そうだよ、変えちゃおう。クロノが私を助けてくれたみたいに。とマールが提案した。過去に戻りラボスを止め、彼らは未来を変える決意をするのだった。壊れたロボット。クロノたちは元の世界に戻るため、ゲートがあるプロメテドームへと向かった。するとそこで放置されていたロボットを発見する。直せるかもしれないわ。直すって他のロボットたちみたいに襲ってきちゃうよ。そうしないように直すの。ロボットたちは自分の意志で襲ってくるんじゃないの。数時間後、ロボットは動き始め、私を直してくださったのはルッカ様ですね。ルッカでいいのよ。そんな失礼なことはできません。様付けで呼ぶ方が失礼なことだってあるのよ。クロノたちは彼にロボと名付けた。そしてプロメテドームの電源を復旧させるため、ロボと共に工場跡へと向かった。そこにはロボの仲間が稼働していたが、彼らはロボ、侵入者を攻撃しない欠陥ヒントに激しく攻撃していた。クロノたちはボロボロになったロボを救出し、プロメテドームに持ち帰った。修復できそうですか？あんまり喋っちゃダメ。あなた方はこの世界を変えるというのですか？私たちの力でどこまでできるかわからないけどね。ところでロボは治ったら何がしたい？私のしたいこと？ロボは答えられなかった。修理が終わった時、ロボの心は決まっていた。ルッカ、私にもしたいことができました。あなた方と一緒に行くことです。と答え、クロノたちと共にゲートに飛び込んだ。時の最果て。そこは不思議な空間だった。果てしない暗闇の中に一本の古びた街灯が薄明かりを放っていて、街灯の下には一人の老人がいた。その老人によると、ここは時の最果てと呼ばれ、さまざまな時代に通じている。そして違う時間を生きる者が4人以上で時空の歪みに入ると、ここにたどり着いてしまうらしい。クロノたちはこれから3人で行動することにした。そして扉の奥にいた戦いの神スペッキオが魔法について教えてくれた。その昔、魔法で栄えた王国があり、その国では皆魔法を使えたが、魔力に溺れ滅びてしまい、それから魔族以外は魔法を使えなくなったそうだ。しかしクロノたちが持つ魔法の素質をスペッキオは解放してくれた。新たな力を手にしたクロノたちはラボスを止める手がかりをつかむため、現代へ戻るゲートへと足を踏み入れた。そこは魔族の村だった。ここは400年前、人間との戦いに敗れた魔族の子孫の村で、
彼らの多くは人間を憎んでいた。そして広場には魔族たちが集まっていて、魔王の像を祀っていた。魔王様が我々のために生み出されたラボス神が長き眠りから目覚めれば、人間どもの世界など一瞬で終わりだ。魔王が400年前にラボスを生み出したということは、それを阻止できれば未来を救えるはずだとクロノたちは考えた。そして彼らは村の外れに住む鍛冶屋のボッシュと出会った。武器はな、命を奪うためのものではないぞ。生かすためのものであるべきじゃ。クロノはそのボッシュの言葉が気にかかった。そして彼らはラボスの誕生を阻止すべくゲートを通り400年前の時代へと向かった。折れた剣。クロノたちが中世を訪れると、病に伏せるガルディア王から魔王を倒せる伝説の剣を求め、勇者が南の大陸へと向かったと聞き、勇者ならば魔王がラボスを生み出すのを止められると考えた。南の大陸に架かるゼナンの橋では、王国軍と魔王軍が壮絶な戦いを繰り広げていた。クロノたちの活躍により魔王軍の司令官リネガーを倒し、その侵攻を退けた。そして勇者の故郷を訪れたが、その少年は伝説の剣があるというデナドロ山へ向かったということで、会うことはできなかった。デナドロ山で伝説の剣を守る精霊との戦いになり勝利できたが、伝説の剣グランドリオンは真っ二つに折れていた。さらに悪いことに勇者だと思っていた少年は、酒場で酔いつぶれたカエルが落としたバッジを拾っただけだった。クロノたちは森にいるカエルを訪ねたが、彼はグランドリオンを修理できる者はおらず、自分にグランドリオンを持つ資格はないと諦めた様子だった。途方に暮れるクロノたちだったが、カエルが持っていたグランドリオンの塚に古代文字でボッシュと刻まれているのをルッカが見つけた。それは現代のメディーナ村で出会った刀鍛冶の名だった。不思議に思いながらも、クロノたちは現代に戻りボッシュを訪ねた。彼にグランドリオンを見せると、驚きつつもそれを知っている様子だったが、修理するためには今では手に入らないドリストーンという原石が必要だと言われた。ドリストーンは気が遠くなるほど昔にあった赤く輝く石というボッシュの言葉から、クロノたちはゲートを通り6500万年前の太古の時代へと向かった。赤い石、珍しい石。クロノたちが原始時代に降り立った時、恐竜人の大群に囲まれてしまう。そこへヨカ村の酋長エーラが現れ、恐竜人たちを撃退した。クロノたちはヨカ村に招待され、その夜歓迎の宴が始まった。そしてクロノとエーラはドリストーンをかけて飲み比べ勝負を行うことになる。クロノは見事に勝利し、ドリストーンを手に入れた。しかし酔いつぶれて翌朝目を覚ますとゲートホルダーが見当たらず、帰れなくなっていた。村の青年キーノが嫉妬から盗んだことが判明するが、さらに恐竜人たちに奪われてしまっていた。クロノたちはエーラと共に恐竜人を追った。そして恐竜人と激闘の末勝利を収め、ゲートホルダーを取り戻した。クロノたちはドリストーンを持ってボッシュの元へと向かった。決戦、魔王城。ボッシュにより伝説の剣グランドリオンはよみがえった。クロノたちはグランドリオンを手にカエルの元へと向かった。カエルはグランドリオンを見て驚き、少し考える時間が欲しいと言われ、その日は彼の家に滞在することになった。夜が深まる中、カエルは10年前の戦いを思い出していた。騎士団長であった親友サイラスとの思い出、そしてサイラスと共に魔王と対峙した時、サイラスは持っていたグランドリオンを折られ殺された。自分は恐怖で何もできず、蛇に睨まれたカエルだと笑われ、醜いカエルの姿に変えられてしまった。翌朝、カエルの表情には決意が現れていた。マガン窟に到着したカエルはグランドリオンを掲げ力を解放すると、巨大な岩を一刀両断し道を開いた。カエルはサイラスとの約束を胸に
クロノたちと共に魔王城への一歩を踏み出した。魔王城に乗り込んだクロノたちは激しい戦闘を繰り広げながら次々と敵を倒し、ついに魔王のもとにたどり着いた。いつかのカエルか。どうだその後の人生は。感謝しているぜ。こんな姿だからこそ手に入れたものもある。おお、貴様がグランドリオンを。だが今度は他の者たちが足手まといにならねばいいがな。黒い風がまた鳴き始めた。よかろう、かかってこい。死の覚悟ができたのならな。クロノたちが魔王を倒した直後、ラボスの咆哮が鳴り響いた。今眠りから覚められては。と話す魔王。ラボスを生み出したのは魔王ではなかったのだ。魔王によると、ラボスは大地の力を吸いながら太古より地中深くに存在していたということだった。その直後、巨大なゲートが発生し、彼らはそこに飲み込まれていった。大地の掟。クロノたちが目を覚ましたのは原始時代で、レイラたちが恐竜人との最後の戦いに挑もうとしているところだった。恐竜人立てつく愚か。恐竜人、わしらより昔からこの地いる。勝った者生きる、負けた者死ぬ。それこの大地の掟。長老、お前たち生きてない、死んでないだけ。クロノたちは長老から翼竜プテランを借り、エイラと共にティラン城へと乗り込んだ。恐竜人のリーダーアザーラと対峙したところで、空に赤い星が輝いていた。クロノたちに敗北したアザーラは炎をまとった大岩が降ってきて、全てを焼き尽くし、やがて全てが凍りつく長く厳しい時代がやってくると予言した。その時エイラがラボスとつぶやいた。エイラたちの言葉で、ラバヒボスは大きいことを表す。ラボスは6500万年前に宇宙から飛来した巨大生物だった。衝突したラボスはティラン城もろともあたりを焼き払い、地中深くに潜っていった。魔法の王国。避難していたクロノたちがラボスの残した大きな穴を訪れると、そこには新たなゲートが発生していた。ゲートの先は雪と氷に覆われた極寒の世界だった。この世界の人間は2つの層に分けられていた。魔法を使えない地の民は厳しい地上の環境の中貧しい生活を強いられている一方、魔法を使える光の民は浮遊大陸に存在する魔法王国ジールで豊かな暮らしをしていた。女王ジールは魔人機を利用して地中からラボスのエネルギーを吸収していた。光の民が豊かな暮らしができているのは実はラボスの力だったのだ。ところが女王ジールはある日現れた預言者にそそのかされ、魔人機を使うことができる三賢者を追放してしまう。このため魔人機を扱えるのは女王の娘サラだけとなっていた。そしてサラには邪気という弟がいた。クロノたちが邪気とすれ違った時、彼は不吉な言葉を残した。黒い風が鳴いている。あなたたちのうち誰か一人死ぬよ、もうすぐ。封印の扉。
女王ジールの部屋は固く閉ざされていた。サラがペンダントをかざしてその扉を開くのを見かけたクロノたちは同じようにマールのペンダントをかざしてみたが扉は開かなかった。魔人機でラボスのエネルギーをマールのペンダントに注入することで封印された扉を開くことができた。そこには女王、サラ、預言者、そして女王の側近のダルトンがいた。クロノたちはダルトンが召喚したゴーレムに敗北し捕らえられてしまう。大丈夫ですか？さあ、急いで宮殿からお逃げください。そしてできることなら、命の賢者様をお助けしていただきたいのです。そうはさせぬ。クロノたちは預言者に見つかり元の時代へと送り返されてしまう。そして古代に通じるゲートを封印されたため魔法王国に行く手段を失ってしまった。やはりラボスを止められるとすれば鍵は古代にあるだろう。クロノたちが悩んでいるとマールが女王の部屋と同じ扉を見たことを思い出した。それは荒廃した未来の監視者ドームにあった。時を渡る翼。クロノたちは古代へ行く方法を探し監視者ドームを訪れた。そこにいた博士はすでに亡くなっていたが残されたメッセージから彼が断りの賢者ガッシュだとわかる。彼は古代から未来へ飛ばされここでラボスの監視をしていたのだった。そして何とか自分の時代に帰ろうと研究を続けていたがその精神は限界が来ていた。ガッシュは自分の意識をヌー型にインプットし息を引き取った。私の精神が死を迎える前にこの記録を残しておくことにする。可能性はゼロに等しい。しかしゼロでない限りかけてみる。この扉を開く者にこの地球のすべてをかけて。クロノたちはガッシュが残した時を渡る翼シルバードを手に入れ飛び立つ。そして古代へとタイムスリップし嘆きの山で命の賢者を救出する。なんとその正体は現代で出会ったボッシュだった。彼もまた賢者の一人だったのだ。ボッシュから魔人機を破壊できる赤きナイフを譲り受けクロノたちは海底神殿へと向かった。ラボスの呼び声。クロノたちは海底神殿に乗り込む。さあサラよ、魔人機のパワーを限界まで上げるのだ。わらわの言うことが聞けぬのか。わかりました母上。サラ、助けに来たよ。こんなところ逃げ出しちゃおう。じいさんのナイフだクロノ。クロノは赤きナイフを魔人機に投げ込む。赤きナイフはグランドリオンへと変化した。その時地鳴りのような方向が聞こえその場にいた者はラボスの空間へと転移させられる。そしてラボスの強力な攻撃が彼らを襲う。ボロボロになったクロノたちの前に預言者が現れた。どれほど待ちわびたことか。この時が来るの。預言者の正体は魔王だった。行くぞ預言者よ、ラボス様の力を思い知るがいい。魔王の力もラボスの前では無力だった。絶望が広がる中それでもクロノは諦めず立ち上がりそしてラボスの一撃でクロノは消え去った。そこにはマールのペンダントだけが残されていた。
崩壊していく海底神殿でサラは最後の力を使い、マールたちを地上へと送り出した。そしてラボスの一撃は浮遊大陸を直撃し、浮遊大陸は地上へと落下している。その衝撃で大きな津波が起こり、世界のほとんどは海に沈んでしまった。大災害の後、わずかに残った島でマールは目を覚ました。そこには地の民と魔法を失った光の民が何人か逃れていただけだった。あのイカレ女王も小賢しい預言者もいなくなったし、これからこの王国はダルトン王国とする。ダルトンは巨大な飛行船黒鳥号で世界の支配に乗り出す。マールたちは捕まり、シルバードも奪われてしまう。見よ、この美しい翼を。これこそ神王ダルトン様の玉座、スカイダルトン玉座。捕らえられた牢から脱出したマールたちはシルバードに飛び乗りダルトンと戦う。ダルトンは最後にゴーレムの召喚に失敗し、どこかへ消えていった。時の卵。マールたちは北の岬で魔王と再会し、そこで衝撃の事実を知る。魔王の正体はサラの弟邪気であり、大災害で中世へ飛ばされ魔王となったのだった。目的が同じであることを知った彼らはクロノを生き返らせるため、共に時の最果てへと向かった。時の最果てにいた老人は時の賢者ハッシュだった。マールはハッシュからクロノトリガーという時の卵を受け取り、未来へと向かう。そしてガッシュの記憶をインプットされたヌーガタからクロノを思う強い気持ちとドッペル人形が必要だと教えてもらう。死の山の頂でマールが時の卵を掲げると、卵は粉々に砕けてしまった。やっぱり生き返すなんて無理なのかと諦めかけた時、彼らは運命の時へと転移する。そこはクロノの死の直前で時間が止まっていた。マールたちはクロノとドッペル人形をすり替え、クロノを助け出した。みんな待ってたんだよ。もう遠くへ行っちゃダメだよ。よみがえったクロノが時の賢者ハッシュに感謝を伝えると、ラボスと戦うつもりなら自分たちだけで戦ってはいけない。この星のあらゆる時代の人々、すべての生命の力を借りて戦うべきだと助言し、いくつかの手がかりを与えてくれた。中世で魔王に敗れ現代までさまよい続ける誇り高き騎士の魂。 AD1000 年、北の廃墟。そこには騎士の幽霊が出るという噂が絶えない。クロノたちが足を踏み入れると、ひんやりとした空気とともに幽霊が現れた。クロノたちは攻撃を試みたが、その剣はすり抜けるばかりだった。その霊が発した言葉からカエルは驚愕の事実に気づく。その正体はカエルの親友であったサイラスだった。クロノたちは時を遡り中世に戻る。そこでは廃墟に魔物が救っていたが、彼らの強力な連携技で魔物を一掃。さらに大工に廃墟の修復を依頼し、その場所を再建する手はずを整える。現代に戻ると、荒廃していた建物は静謐な場所へと生まれ変わっていた。その奥に立つ墓、そこにはサイラスの名が刻まれている。カエルが静かに墓の前に立つと、青白い光が墓から立ち上り、サイラスの姿が浮かび上がる。長い時間をかけていたお前の強さは
本物のはずだ。これで心置きなく眠りにつける。サイラスは微笑み、その魂は静かに光の中へ消えていく。その時、彼の持つグランドリオンが輝き、その光はグランとリオンに変化する。カエルの意志が本当の強さを持ったと認められたことで、グランドリオンはその真の力が解放された。カエルはグランドリオンを握りしめ、サイラスの志を継ぐと誓った。中世の時代、一人の女性の心によりよみがえるもの。乾いた風が砂漠を吹き抜ける中世で、クロノたちは一人の女性、フィオナに出会った。彼女は荒れ果てた砂漠を緑豊かな森へと再生させる夢を抱いていた。しかし、土地を蝕むモンスターのせいで、植える木々はすぐに枯れてしまう。クロノたちは砂漠の奥深くに潜むモンスターを打ち倒し、フィオナの元へと戻った。しかし、土地を再生するには途方もない時間が必要だと気づく。どうでしょう。私がここに残ってフィオナさんのお手伝いをするというのは。フィオナとクロノたちが見守る中、ロボは作業を始める。クロノたちが400年後の現代へタイムスリップすると、砂漠だった場所は美しい森に生まれ変わり、フィオナの小屋は神殿となっていた。そして神殿の中心には静かに祀られたロボの姿があった。ルッカが駆け寄ると、ロボの瞳がゆっくりと輝きを取り戻す。お帰りなさい。あなた方にとっては一瞬の出来事だったのですね。しかし私にとっては400年は長い時間でした。その夜、森の中で焚き火を囲み、彼らはロボとの再会を祝った。再会を祝う宴が終わり、静かな時間が流れる中、ロボは口を開いた。ゲートの存在、最初はラボスの力の歪みだと思っていました。でも今は違う気がしています。誰かが何かを私たちに見せたかったのかもしれない。エーラはうなずきながら語る。エーラ知ってる。人死ぬ時、思い出全部見る。楽しい記憶もあるが、浮かび上がるのは多くが悲しい思い出だ。ルッカは戻りたい一瞬ってあるの？なるべく考えないようにしているの。だって疲れるもの。その夜遅くルッカは目を覚まし、森の中を歩き出した。そして不意に見つけたゲート。それが導いた先は10年前のルッカの家だった。それはルッカの母親が機械に巻き込まれる事故の日だった。動揺しながらも彼女は決意を固めた。ルッカは機械を操作し、母親を無事救い出した。過去を変えたその瞬間、彼女の瞳からは安堵の涙が流れていた。ゲートを通じて戻ったルッカをロボが迎える。ずっと気にかかっていたのですね。ルッカは優しい人です。と言い、400年かけて樹脂を固めて作った緑の夢をプレゼントした。その言葉に込められた優しさと温かさを胸に、ルッカは次なる冒険へと歩み始めた。未来の時代、機械の生まれたふるさと。未来の冷たい空気が漂うドーム。クロノたちは時の賢者ハッシュの助言を頼りにこの場所にたどり着いた。暗い廊下を進み、ロボがドーム内の機械を操作すると、
不気味な声がどこからともなく響く。私の心に勝手に押し入ろうとしているのはどなた？それはマザーと名乗る存在の声だった。マザーはロボをプロメテスと呼び、人間を侮蔑するように語り続ける。ここはロボが生まれた場所だった。声に誘われ奥へと進むと、ピンクのボディを持つロボットが現れる。その名はアトロポス。おかえりなさい、プロメテス。もう演技はいいのよ。さあ、人間どもを排除して、マザーに会いましょう。しかしロボは、私の名はロボです。と静かに言い返す。やっぱり故障しているようね。その二人がバグの元かしら。速やかに消去して修理しましょう。激しい戦いの末にロボは勝利し、アトロポスはマザーにプログラムを書き換えられたことを語った。そして自分のメモリーバンクの一部とリボンをロボに託し、最後の言葉を残して静かに動かなくなった。さらに進んでいった先で再びマザーの声が響く。この星は持ち直します。人間さえいなければ。そして私たちロボットの新しい世界が築かれるのです。彼らはその先で衝撃的な光景を目撃する。ベルトコンベヤに流される。そして叫び声。ロボは必死に機械を止めようとしたが、何重にもプロテクトがかかっており何もできなかった。ついに彼らはドームの最深部でマザーと対峙した。防御システムを制圧し、ついにマザーを打ち破る。工場が静かに停止した後、ロボはアトロポスのリボンを見つめながら、私は人間と共に進みます。と小さくつぶやいた。荒廃した世界を後に、クロノたちは次の時代へ旅立っていく。西の岬の風がそよぎ、トマの墓石の周りに草花が揺れていた。トマは偉大な探検家として知られ多くの財宝を発見したが、彼が追い求めた虹色の貝殻だけはその手に届かなかった。カエルがトマからもらった酒を墓に注ぐと、淡い光とともにトマの幽霊が現れる。この岬から北西の海上に巨人の爪と呼ばれる島がある。虹色の貝殻はそこにある。と言って消えていった。その言葉に従い、クロノたちは中世へとタイムスリップする。巨人の爪と呼ばれる島は険しい山々と深い洞窟に覆われていた。奥深く進むと、かつて恐竜たちの住処だったティラン城が姿を現す。壮大な遺跡の中、彼らは襲い来る恐竜たちを倒しながら奥へ進む。そしてついに洞窟の奥で虹色に輝く巨大な貝殻を発見した。しかしその美しい宝は途方もなく重く、彼らの力では運び出せなかった。クロノたちはガルディア21世に助けを求め、貝殻はガルディア城の宝物庫に保管されることになった。時は流れ、現代に戻ると、ガルディア33世が裁判にかけられているという知らせが入る。国王が代々伝わる家宝、虹の貝殻を売り飛ばしたと大臣に告発されていたのだ。おう、マールディアよ。私は大臣にはめられようとしている。人聞きが悪いですな。証拠さえあればおの無実は証明できるのですよ。マールは宝物庫へと急ぐ。そして虹の貝殻の一部、虹色のかけらを持って戻ってきた。すると突如、大臣の姿が変わる。ガルディア王国を滅ぼそうと企む魔物が大臣に分けていた。マールは魔物を打ち倒し、王国の危機を救った。
妻を早くに失い、娘との関係に距離を感じていた王は頑なな態度をとっていたことをマールに謝罪する。私こそ父上の気持ちも知らないで。私もさ、一時はお前が本当に遠くに行ってしまったように思えた。でもよく考えてみると、遠くに行ってたのは私の方だったのだな。恥ずかしい話だが、あの時のアリーチェの言葉が今やっと分かってきた気がする。マールディアが大きくなれば、あなたの前に好きな人を連れてくる日が来るでしょう。その時は二人を温かく迎えてやってね。だって、その日はあなたにとっても忘れられない素晴らしい日になるのですから。私って小さい頃、父上のことパパって呼んでいたのね。ああ、そうだよ。ごめんなさい、パパ。わがまま言って本当にごめんなさい。宝物庫では虹色の貝殻が彼らの心をつなぎ直した証のように柔らかな光を放ち続けていた。日の光を集める石。時の賢者ハッシュが静かに語りかけた。原始から未来、すべての時を股にかけ、日の光を集め続ける石。古代でラボスエネルギー以前に使っていたっていう太陽エネルギー。ラボスに立ち向かうにはおあつらえ向きかもしれない。彼らは未来の太陽神殿へと向かった。そこで見つけたのはかつて太陽の力を秘めていた太陽石だったが、その輝きは失われ、今は暗黒石と呼ばれる姿となっていた。気が遠くなるほど長い時間、太陽の光を浴び続ければ力を取り戻せるかも。ルッカの言葉に皆がうなずき、暗黒石を原始時代の光の祠に設置することに決めた。太陽の光が降り注ぐ場所ならきっと。時を超え、彼らは未来の光の祠に向かう。だがそこに暗黒石の姿はなかった。誰かがどこかの時代でそれを持ち出したのだ。不安が胸をよぎる中、彼らは希望を捨てず暗黒石を追い求める旅を続ける。その痕跡は現代にあり、暗黒石を持ち出した人物を突き止め取り返すことができた。再び未来の光の祠を訪れた時、そこにはまばゆいばかりの輝きを放つ太陽石が完成していた。長い時間と努力の結晶を前に、彼らは静かに笑みを交わし合った。その後、ガルディア城の宝物庫にいる命の賢者ボッシュに太陽石を見せると、彼は驚きと興奮を隠せない様子でこう告げた。おお、太陽石か。早速こいつと掛け合わせてみよう。そうして誕生したのは、どんな闇も切り裂けそうな虹色にきらめく美しい刀だった。それはクロノの手に託され、ラボスとの最終決戦に向けた新たな希望となった。クロの夢、それは時代を超えて浮かび続ける巨大な浮遊要塞。その異様な存在感は過去から未来にわたって多くの者に恐れられていた。時の賢者ハッシュはクロノたちに警告を発する。時代をまたがり現れたあの黒く巨大なもの、あれもまたラボスを呼び起こさんとしておる。力に頼り、力に取り込まれた愚かな心じゃ。彼らは決意を固め、黒の夢へと足を踏み入れる。内部は魔物たちが跋扈し、進むたびにその闇は深まっている。戦いを繰り返しながら要塞の奥へと進んでいくと、彼らの前についにジールが姿を現した。虫けらどもが、わらわはラボス神と共に永遠にこの世を支配する女王なるぞ。
そのわらわに逆らおうというのか。愚かな。全ての存在は滅びの宿命から逃れることはできぬ。ジールよ、ラボスに握られた悲しき女、せめてもの情けだ。この手で全てを終わらせてくれる。呪われし預言者よ、そなたが海底神殿で犯した罪、わらわは忘れておらぬぞ。今こそその死をもって償うがよい。虫けらの分際でこのわらわを追い詰めるとは。ラボス神よ、そのお力をわらわに。その叫びに呼応するように大地が降る、海が裂け、そして深淵から姿を現したのは世界を滅ぼす最悪、ラボスだった。星の夢の終わりに、その異形の存在はこれまでクロノたちが戦い抜いてきたモンスターたちの能力を次々と再現し襲いかかってきた。幾度となく激しい戦闘が繰り返される中、クロノたちはその猛攻を乗り越え、ついにラボスの顔に大きな穴をうがつ。彼らはその瞬間、ラボスの外殻の中に本当の姿が潜んでいることを直感した。決意を固めたクロノたちはラボスの体内へと突入していく。内部に広がる異様な光景、無数の管の先にラボスの本体が静かにうごめいていた。その本体を打ち破ると、ついにラボスのコアが姿を現す。分かったわ。こいつの狙いが星に寄生して長い時間をかけて、その星の生命体の優れた部分をよりすぐって集める。その遺伝子を持った子供をあの死の山で産み、また別の星へ。じゃあ私たちはこいつのために生きてきたっていうの？この星の生命が長い時間をかけて行ってきた進化を眠ってるだけで手にしようなんて虫が良すぎるわ。ここはクロノや私たちみんなの星なんだから。そんなふざけた進化なんて私は認めないから。長きにわたる死闘の末、クロノたちはついにラボスのコアを打ち倒した。それはこの星を破滅の運命から救った瞬間だった。時の向こうへ。クロノ。クロノが目を覚ましたのは見慣れた部屋だった。しかし目の前にいたのはガルディアの兵士で、クロノは城へと連行されてしまう。散々晒したよ、クロノ君。私の娘を引っ張り回して。パパやめて。クロノは何もしてないわ。クロノが何もしてないと娘は言っておるが、大臣もそう思うか？いえ、クロノたちは国の一大事に関わることをしました。大臣まで何を言うの？話せばわかるわ。私が今まで城を出ていたのには訳があるの。実は未来を救ったのだろう。するとルッカが現れ、
時を超えた旅で出会った面々を連れてくる。未来、中世、原始、それぞれの時代を生きるガルディア王家の血を引く者たちがクロノの功績をたたえ、王は微笑みながら彼の偉業を正式に認めた。そして千年祭最後の夜が訪れる。人々の歓声が響き渡り、光の洪水の中、パレードが賑やかに進んでいく。しかし祝祭の喧騒の中、仲間との別れの時間が迫っていた。ラボスが死に、ゲートの力は弱まっていた。仲間たちは広場の奥のゲートからそれぞれの時代へと帰っていく。黒強かった、マール強かった、エーラ楽しかった。エーラは投げキッスをして颯爽と消える。カエルは去り際にマールから頬にキスを受け、照れながらも別れを告げた。魔王は何も言わず、ただ静かにその背を向ける。ルッカ、私も未来で元気にやっていきます。やはり気づいていたのですね。ロボは廃墟となった未来で生まれたわ。でも私たちがラボスを倒したことによって未来は明るくなるはず。つまり新しい未来ではロボの存在はそんなことないです。きっと新しい未来でも私は。ロボのバカ。悲しい時は素直に悲しむのよ。こっちが余計悲しくなっちゃうじゃない。そんな思いやりの気持ちを教えてくれたのもルッカです。とても感謝しています。さようなら。おっと、オイルでライセンサーがかすんで。いつかした話覚えてる？死ぬ時に見る思い出の話。もうその人は助かったみたいね。時間を旅するなんて荷が重すぎるね。シルバードも壊した方が良さそうね。もうみんなと会えなくなるけど。その時、クロノの猫が駆け出し、ゲートに飛び込む。そしてそれを追ったクロノの母までもがゲートに消えてしまった。クロノ、マール、ルッカは顔を見合わせる。迷うことはなかった。彼らは再びシルバードに乗り込み、時の彼方へと旅立った。彼らの旅はまだ終わらない。